Thanks for listening. This is Bear Soul Beach. Bear Soul Beach. 今日のお話は前回の続きとなります。前回をまだご覧になっていない方は右上にカードを入れておりますので、そちらを先にご覧ください。変化を恐れる癖が常習化すると、なんと恐ろしいことに自分が変わるのではなく人に変われと要求しだします。何かしら変化しないといけない状況ができたとします。でも自分が変わるのは嫌。だったら相手が変わればいい。こういう発想ですね。そして自分の思いを通すために他人をコントロールしだします。もはやこれはモンスター。このタイプのモンスターはとても推しが強いのです。自分が変わるということをしないので、周囲を変えていく必要性があるのです。しかも自分がいいと思うように変わってほしいわけですから、そのためには何度でも繰り返すという特徴があります。それほど時間をかけられるなら自分が変わった方が早くないと思っちゃうのですが、案外ご本人は自分は変化によるストレスに弱いと感じていたりします。また相手をコントロールする技に論点をすり替え相手を責めるというのがあります。お決まりのセリフはあなたがしてくれないからです。まるでお相手が悪いかのような口ぶりでじわじわと攻撃してきます。この言葉の奥底には、自分はいつもと変わらずいただけなのに、うまくいかないのはそちらに問題があるのではという思いなのでしょうね。最近は至るところにモンスターが生息していますが、ここで一つ分かりやすい例を出してみましょう。例えば大学などで出席日数が足りず単位を落とすことになったとします。すると、出席日数が足りないのなら事前に言ってほしかった。そうすれば学校を休ませずに行かせたのにという親が登場したらどうでしょう。間違いなくモンスターペアレンツ確定ですね。それは休んだ本人の問題であることは自明です。でもね、このような論点すり替えモンスターは案外日常にいて普通に生活していたりするのです。例えばこんなセリフよく聞きませんか？確かに私も悪かった。そこは悪いと思ったから謝ったの。でもあの人ったら全然許してくれないの。まだ怒ってるのよ。本当に嫌になっちゃうわ。とか。この言い方だと謝罪したのに許さない相手が悪いと逆に責めていますよね。このようなマインドで本当に謝罪したと言えるのでしょうか。他人の思いまでも自分が勝手に思い描いている、まさにコントロールですよね。この私が頭下げてんだから許せよモンスターとでも命名しましょうかね。客観的に見るとむちゃくちゃなことを言っていると誰もがわかることですが、案外自分も同じようなことを言っていたりするかもです。というと、途端にご自身の言動に不安を感じられた方もいらっしゃるかもしれませんね。最後までお聞きくださりありがとうございます。続きはまた来週。ごきげんよう。ナモアミダ仏。